藤子です。今月は魚の缶詰で1ヶ月生活してみようと思います。なんかね、魚の缶詰だけで1ヶ月生活したことがある人の動画を見て、1ヶ月でなくてもね、1週間だけとかでもいいけど、缶詰だけで生活してみって言ってたのね。そうすると何が不足してるのかっていうのがわかるからっていうので、なるほどなと、なんかちょっとやってみようかなみたいな気になって、で条件としては缶詰生活で体を壊してもしょうがないので、添加物が少ないものということで、魚の国産の300円ぐらいまでで買える缶詰でいこうと思っております。ではスタート。いやしかしよくもこんなにいろんな種類の缶詰な。でやっぱりサバが多いんだね。で味噌煮だと絶対増粘剤が使われてるので、味噌煮はここにはございません。というわけで、まず一発目はこちらのサバ水煮国内詰めって書いてあるけど、国内で水揚げされたサバだから国産っていうことじゃないのかね。天平に使用されているので、いいじゃないかってわけでね。ちょっと値段は他のものに比べたら張りますが、水に塩添加物入ってないからで、缶詰を食すときはアルミニウムがね問題なんですね。だからアルミニウムをデトックスする油中の植物と一緒に摂取するとデトックスになるということで、今日は大根をおろしてこれと一緒に食してみようと思います。大根今おろしたばっかだからな、辛いだろうな。はい、ごちそうさまでした。最初は美味しいね。ではおやつに焼き芋を食べますと、柿ちっちゃいの2個も食べます。でレタスは油中の野菜じゃなくてキク科の野菜らしいけど、塩コショウ醤油を足して味付けしてみました。うまいな。はい、相変わらず朝のコーヒーのお供の米粉のパンケーキは欠かせません。で本日の缶詰は国産銀鮭の中骨水煮。国産だもんね。食塩だからね。添加物ないでしょ。缶詰のコーティングは知らんけど。はい、こんな感じでございますね。骨だね。大根おろしもね、真ん中辺を吸ってるからそこまで辛くないみたいだね。いただきます。これは大根おろしだと味が薄すぎかもな。なんか醤油かなんかかけて食べた方がいいかもしれない。なんかちょっと臭みがあるかな。はい、ごちそうさまでした。ちょっと昨日の缶詰に比べたら少ないけど、大根おろしでね、満腹感がある感じ。ではお口の中がちょっと生臭い感じがするので、緑茶と甘納豆、焼き芋、おやつに食べます。で今日は油中の野菜で白菜、
はい、では今日は塩コショウとお酢をかけてみました。いただきます。うまい。はい、今日も朝から米粉のパンケーキ。はい、本日はイワシ、先ほどファミマで買ってきました。やっぱコンビニはちょっと高いけどね。イワシ水煮、イワシ国産100円で、今日は大根おろしじゃなくて油中の野菜で、かいわれ大根、イワシの水煮はどうなんでしょうか。彩り的にはなんかいいけど、いただきます。サバよりもこれは臭みが強いんだな。常温で食べるよりは冷やして食べた方が食べやすいのかな。これこそ大根おろしの方が良かったかな。これはちょっと臭みがきついな。というわけでちょっと生姜吸ってみました。これでどうかまだ臭いな。ファミマのイワシの水にちょっと失敗かもしれない。味が足んないのかもな。ちょっと醤油をかけてみた。醤油のおかげでだいぶ前は後味がやっぱりね臭いな。これ参りましたね。みかんと甘納豆。なんとなく口寂しいのでおやつに甘栗。煮汁はだしにしてわかめと豆腐とかいわれ大根の味噌がゆにしてみました。さて臭みはどうなっているかね。いただきます。これはまあやっぱり味噌汁のだしとしては普通に煮干しがイワシだもんね。だから味噌で匂いは消えた感じかな。食欲が収まらないのでコールスロー食べます。はい、今日の米粉のパンケーキ占いは臨時収入があるでしょう。今日はお昼は外で食べてきたのでおやつに食べます。本日の夕飯はスーパーを歩いてたらこのシューマイが妙に食べたくなったのでこれを食べます。本日のパンケーキ占いはやる気がみなぎるでしょう。で、本日は鮭の中骨水煮。なんか鮭の缶詰売ってるとこってほぼないんだね。国産100円、極洋産、ありがとうございます。で、ぬか漬けでしか取れない酪酸菌がデトックスにいいらしいので、人生初ぬか漬けをつけてみました。人参あんまり好きじゃないんだけど。いただきます。前回の鮭中骨との違いがよくわかりません。値段全然違うんだけどね。ぬか漬け一緒に食べればお互いの臭みが多少和らぐような、紛れるような気がするかな。まあやっぱり大根おろしだけだとちょっと臭みが消えない感じがするから試しに醤油を垂らしてみました。醤油ってすげえな。田舎の人がぬか漬けに醤油をたっぷりかけて食べてて自殺行為だなって思ってたけど、なんか気持ちわかるかも。なんか納豆買ったにもかかわらず食べる機会がないので鮭も追加するか。ネギが欲しいな。はい、今日のデザート兼おやつも焼き芋でございます。今
今日はわかめとキャベツ、醤油煮っていうのかな、胡椒と酒と醤油を足して味付けしてみました。今日は米粉がなくなったのできなこ餅をコーヒーのお供に食べます。本日はイワシの水煮、これはおとといホームセンターに行ってなんか100均コーナーみたいなところで見つけたんだよね。イワシ国産生姜汁100円、八戸青森だもんね。でこのシリーズはね、前にただの水煮でちょっと生臭くて撃沈したので、今回は生姜も入ってるから、はい、相も変わらず魚のカツ。そして今日のぬか漬けはみょうがをつけてみました。魚の缶詰には合いそうな気がするけどね。大根おろしで食してみようと思います。やっぱりね、ただの水煮だけのやつよりは全然食べやすいね。生姜が入ってんのがでかいのかもしれないね。この前食べたイワシ缶も生臭いのが辛かったもんね。みょうがのぬか漬けはもういいや。で、イワシとサバ缶の違いは、イワシの方のがカルシウムが2倍多いみたいなので、カルシウム気にしてる人はイワシの方がいいっぽいね。本日はおやつ兼デザート、ゆで卵を食べます。結局耐えられず口寂しいのでおやつにお汁粉。はい、今日はキャベツとわかめの具だくさん味噌汁にしました。ではいただきます。今日のコーヒーのお供もきなこ餅。さあ、本日の缶詰はサバ缶味付け、八百屋で買ってきたやつね。砂糖、醤油、でんぷん粉っていうのがまあね、どうかなっていう微妙な部分よね。なんかサバっぽくない、イワシっぽい感じ。初の味付け缶ですね。じゃあ大根おろし用意したので、いつも通り大根おろしで、味付きって感じするわ。まあ合わなくはないけど、大根おろしが若干微妙な感じになってくるね、やっぱりね。甘いんだよね。甘いからそれが合わないのかもしれない。食後のデザートに黒豆。はい、本日の油中の野菜は水菜。どうかな。いただきます。味が足りない。醤油とお酢を少々入れてみました。混ざってねえけど、なんかお酢がうまい。ポン酢かけて食べたらいいんだろうね。今日のコーヒーのお供は黒豆の煮汁でみたらし餅。はい、今日の缶詰は国産サバ水煮、セブンイレブンブランド。原材料、サバ国産、MCT オイルと食塩、大根おろしで食べてみましょう。今日のサバはでかい。いただきます。なんかバターっぽい感じの味がするな。そういうのはどうしたらいいんだろう。そして本日のぬか漬けはかぶのぬか漬け。これはいい塩梅だね。はい。で、今日はカレー粉と塩コショウで味をつけたんだけど、醤油も入れて、生姜もちょこっとすりおろして入れてみました。まあ、とろみつけてやってもよかったんだけどね。
ます。今日のきなこ餅占い。りんごが食べたくなるでしょう。はい。で、今日は納豆が食べたくなったので、納豆も食べちゃおうと思ったんだけどさ、おやつ用のゆで卵を落っことしちゃったんで、国産イワシ水煮。またしてもセブンイレブンブランド。原料イワシ国産、生姜国産。イワシは生姜が入ってると美味しいらしいってことが分かったので、ではまず生姜丸ごと入ってんだ。そういうことか。やっぱりでっかいね、このセブンイレブンブランドかな。本日も大根おろしでいただきます。やっぱりイワシは臭みサバよりも気になりますね。ちょっとかけすぎよ。やっぱ醤油かけるとだいぶ美味しく食べれますね。では食後のデザートにリンゴを食べます。今日の夕飯はお腹が空いてないので、おやつ用に茹でたゆで卵だけと言いつつ、ちょっとお腹が空いたのでご飯。今日のきなこ餅占いは、懐かしい人に出会うでしょう。はい、というわけで昨日の夜煮汁を使わなかったので、今日のお昼は味噌汁にしました。わかめと豆腐となめこ。油中の野菜はぬか漬けのかぶ。では味噌汁。ネギが欲しかったんだけどね。ネギ高くて。デザートに柿。口寂しいのでおやつにゆで卵。今日もお腹が空かないので、残った味噌汁にご飯を入れて、残ったぬか漬けと一緒に食べます。疲れが吹っ飛ぶでしょう。本日の缶詰は高級サバ缶。なんか缶詰フェアで安かったんだよね。安いってほどではないけどさ、この月下っていうの、原材料名サバ食塩200。でかいね。蓋はアルミなんだね。崩れておりますかね。食べやすそうで、今日は昨日の残りご飯で冷やご飯なので、なんとなくあったかいのが欲しいので、玉ねぎのスープで、今日のぬか漬けは初きゅうり。ようやくきゅうり手に入れたぞ。またこれさらにでかいね。セブンイレブンブランドのやつよりね。そういうことか。サバがでかくなると高くなるのか。やっぱり醤油は使った方がいいかもしれないね。醤油最高。今日のデザートは柿。ちなみにおやつは焼き芋です。キャベツと玉ねぎと人参でブイヤベース風トマトケチャップにしてみました。ケチャップ大さじ3と塩コショウで味を整えてみました。どうでしょうか。いただきます。うまいね。今日のきなこ餅占いは、苦手なものが克服できるでしょう。イワシ煮付け。マルハニイチロさんです。原材料イワシ国産、豆類、醤油、生姜汁で、今日のご飯は舞茸の炊き込みご飯。こんな感じです。今日の油中の野菜も大根おろしとかぶのぬか漬け。ザ・イワシの缶詰って感じな。いただきます。これはいい具合に味がしっかりついてて、あんまり臭みを気にせず食べれるかな。イワシだけどね。これは大根おろしなしでも食べれそうだけどね。
デザートに昨日残した焼き芋をおやつに柿を食べます。イワシのケチャップにしてみました。ベランダに生えてたパセリを上に振りかけました。卵とじにしてみました。はい、いただきます。パセリが効いてる。幸せだ。バナナを食べます。さて、本日の缶詰はこちら。セブンイレブンブランド。ノルウェー産のサバ、水煮。もう国産じゃないんだけどさ、中国製とかじゃないからいいかと思ってね。原材料、サバ、ノルウェー、食塩。はい、こんな感じでございます。では、いただいてみましょうか。今日のもでっかいサバでございますね。で、今日の油中の野菜は、ブロッコリースプラウト。いただきます。もう大根が尻尾のところだから、辛いんだな。じゃあ、サバだけで。香ばしい感じっていうのかな。焼いてるのを水煮にしたみたいな、そんな感じがする。これはサバがうまいっていう感じだな。今日はデザートに焼き芋を買ってきたので、焼き芋を食べます。今日は八百屋がお休みで、ちょうどこんなラーメン用っていうの？トマトリゾットにしてみました。いただきます。生姜入れた方が良かったかな。トマトリゾットにすると今度は逆に臭みが出てきたな。難しいね。ちなみに卵が余ってたので卵も入れちゃいました。塩コショウで味整えてなかったな。今日の米粉のパンケーキ占いは、臨時収入が入ってプレゼントをもらうでしょう。ちょっと魚の缶詰に分類されるのかわかんないんだけど、鯛味噌、米味噌、味噌なのか、砂糖、糸よって何よ。国産だし魚だし300円ぐらいなんでね。本当に味噌だ。魚の缶詰ではなかった。じゃあ一旦ご飯につけていただきます。これはめっちゃ甘。確かに最初に砂糖が来てたんだっけ。消費するのに時間かかりそうだな。じゃあぬか漬けにつけてみっか。納豆に使う気もしないしな。甘味の団子ね。甘味の団子につけたらいいと思うっていう感じ。ご飯のおかずにはちょっとあれだ。味噌田楽の味噌だこれ。じゃあひとまず今日はご飯につけて食べます。とりあえずこれは消費するのに時間がかかりそうなので、缶から出して器に入れ替えました。で、今日は夕飯もキッチンが使えないので、これをご飯につけて食べることにするかね。本日のパンケーキ占いは、宝くじが当たるでしょう。ぬか漬け始めて10日ぐらいだけど、野菜の水分でびっちゃびちゃになってきたよ。ゆるゆるなんだよね。本日の缶詰は北海道のイワシ水煮、食塩不使用、マルハニチロさんでございます。原材料イワシ、国産、おそらく生臭いだろうなと、あらかじめ生姜を刻んでおきました。大根のぬか漬けやってないからちょっとやってみたくて、
久々の玄米と思ったんだけどさ、まだ新滑祭の前だったね。すいません、天皇陛下。先にいただきます。はい、こんな感じでございます。どうなることやる。醤油かけといた方がよかったかな。いただきます。まあ、でも、普通に水煮っていう感じかな。食塩使ってないだけだもんね。大根のぬか漬けはどうかな。しょっぱいから、もうちょっとちっちゃく切った方のがいいかもしれないな。では、塩味がついてないので、醤油をかけていただきます。これで最強じゃないかね。では今日もデザートに柿を食べます。小腹が空いたのでゆで卵をわかめの味噌汁にしました。おひたしが食べたかったので油中の野菜水菜のおひたしを作りました。ではいただきます。では味噌汁、残った生姜も入れたから温まりそうだ。で、ゆるゆるのぬか床は傷みやすいから早く水分やっぱりね対処した方がいいらしいんだけども、干し椎茸を入れるっていうね方法があるみたいなので 50g 全部入れるかな。じゃあ10日程度でこんなになっちゃうんだから全部使わないで半分は次用に取っとくか。で、菌類なのであまりこの方法はおすすめしないっていう人もいるし、まあできることをやります。はい。今日の米粉のパンケーキ占いは万馬券が当たるでしょう。この日はキッチンが使えなかったので天城府でもらったブリの缶詰を食べました。中身はこんな感じでした。骨がちょっと気になる感じで味は美味しかったです。夕飯は煮汁をかけて食べました。本日はお腹が空いたのでとりあえずバナナを食べます。何個入れたか数えとけばよかったね。まあ確かに少しはゆるさはマシになったかな。ではまあ干し椎茸ぬか漬けの菌は死んじゃうけどね、火にかけないと食べれないので。というわけで本日の缶詰はこちら、国産サバ水煮、原材料名サバ食塩、特にメーカーはわからない。こんな感じでございます。水煮、いつも通り大根おろしね。これはちょっと生臭いかね。醤油をかけた大根おろしとサバとブロッコリースプラウト。オープン。大根はもうちょっと煮たかったよね。でも全然うま。干し椎茸どうかな。味が濃いわ。デザートに柿を食べます。今日のパンケーキ占いは白馬の王子様が現れるでしょう。北海道産のイワシ味付け、マルハニチロさんです。原材料名イワシ、国産、糖類、砂糖、糖蜜、醤油、生姜汁、食塩。こんな感じでございました。一応大根おろしもおろしておきました。じゃあそのまま
大根おろしつけないで。いや、つけるか。いつも通りな。これは味がしっかりついてるから生臭いのはあんまり気にせず食べれるやつな。夜はキッチンが使えなかったので煮汁を豆腐にかけて食べました。今日はお客様が早めに帰られたのでデザートに柿を食べます。今日のパンケーキ占いは掘り出し物に出会えるでしょう。セブンイレブンブランド瀬戸内の藻塩国産サバ水煮原材料サバ国産 MCT オイルと食塩、ちょっと生臭いタイプかね。でもイワシじゃないからね、サバの方のがあんまり臭みは気にしないで食べれるから、とりあえず大根だけ買ってきておろしました。おでか。ではいただきます。これは何だろう、やっぱりチーズっぽいような味がするな。MCT オイルが入ってるやつってそうなのかな。醤油でごまかしてみよう。チーズっぽい味が全然消えないね。醤油じゃ太刀打ちできない。ひとまず生姜をおろしてみた。これでなんとかなるだろう。だいぶごまかされんだけど、なんかチーズっぽい味は消えないな。これ参ったな。あんまりこれは私の口には合いませんね。はい、では昨日残した団子をデザートに食べます。なんか味落ちたよね。歯ごたえなくて美味しくないの。おやつに焼き芋を食べます。今日はお腹が空いてなかったので夕飯は食べなかったのだけど、ポテチがどうしても食べたかったのでポテチを買ってきました。今日のパンケーキ占いは悩み事が解決するでしょう。というわけで昨日夕飯を食べなかったので冷凍のブロッコリーとケチャップ煮にしてみました。失敗したゆで卵も入れちゃいました。胡椒とねパセリを今振りかけてみました。ではいただきます。チーズっぽい味は抜けないね。ピザにして食べるしかないんだろうね、きっとこれね。ブロッコリーうま。おやつに焼き芋を食べます。今日は以前開けた鯛味噌を使ってホイコーローっぽいものを作ってみました。甘すぎるな。醤油も入れたんだけどね。今日のパンケーキ占いはへそくりが見つかるでしょう。北海道産のイワシシリーズ水煮でございます。マルハニチロさん。原材料名イワシ国産食塩。こんな感じで、さすがにちょっと真冬の寒さが3日続いてるんでね、あったかいのないと辛いんで。ではイワシさんね、大根おろしでいつも通り。はい、いただきます。大根おろしで美味しく食べれる感じですね。ではおやつに昨日の残りの焼き芋、そして柿を食べます。今日もあんまりお腹が空かないので作っておいたゆで卵と昨日の残りのぬか漬けと、なんだか最近夜はお腹空かないんだよね。寒いのでコンソメスープを飲みます。今日のパンケーキ占いはかわいい猫ちゃんに出会えるでしょう。昨日夕飯を食べなかったので残ったイワシの水煮缶で油中の野菜で白菜を入れてわかめと豆腐の味噌汁にしました。あとは納豆も入れて食べようと思います。おやつに
柿を。今夜はお昼の味噌汁が大量に余っているので、こちらの味噌汁を食べます。デザートにお汁粉を飲みます。本日の缶詰はサバ味噌煮。ちょっと高かったけどね、300円超えで。なんとこちらは味噌煮なのにね、添加物が入ってなかったんだよね。砂糖、味噌、みりん、でんぷん、昆布だし、増粘剤とかさ、pH 調整剤とかさ、アミノ酸糖とかさ、そういうの入ってないのよね。一応味噌煮だけど大根おろしも用意しときました。で、今日は寒いのでね、キャベツと玉ねぎのコンソメスープです。てか、さすが高いやつはちょっと身がしっかりしてるよね。じゃあそのままいってみましょう。ちょっとなんか味が物足りない感じしちゃうから、味は薄くなるけどね、野菜と食べた方のがなんだか満足感があるかな。はい、夕飯は生姜とわかめ入りサバ味噌の雑炊にしました。いただきます。うまい。生姜がうまいね。コーヒーのお供に全部ブレッド、くるみレーズン。穴開いてるとこだった。ごめんね。こっちのがいいか。すげえふわふわの普通にパン。で、賞味期限がね、結構長い。2ヶ月ぐらいあるから、ちょっとした備蓄にもなるしね。小腹が空いたので、朝焼いた焼き芋、オリーブオイルサバ、セブンイレブンブランドはあんまり私好きじゃないのかもしれんと思ってね。エクストラバージンオイルで、もうね、イワシ缶のレパートリーはなくなったので、今後サバが続きます。原材料名、サバ、国産、オリーブオイル、菜種オイル、MCT、食塩 100g、 ちょっと少ないのか。これはそっか、水煮じゃなくてオイル漬けだね。初そのままいっとくか。いただきます。オリーブオイルの味が濃くてチーズっぽい味はしないかな。じゃあオイル漬けなのにいつも通り大根おろしいただきます。さっぱり食べて美味しいかな。海苔で巻いて食べたらめっちゃうまかったな。なんだろう、 MCT オイルがチーズっぽい味になるわけではなかったみたいだね。この前のは何だったんだろうな。腐ってたのかな。デザートにバナナを食べます。わさび、醤油とドレッシングがちだな。はい、今日は油中の野菜、チンゲン菜と卵のトマトスープ。身はこちらに。で、油を使ってアボカドとわかめのサラダのドレッシングにしてみました。いただきます。わさびがうまっ。これはいいね。チンゲン菜の具だくさんスープ。うまいね。今日のパンケーキ占いはハワイ旅行が当選するでしょう。ローソンブランドの水煮でございます。原材料名、サバ、国産。感じず食べることができるから。で、このサバ缶生活してから納豆あんま食べてないんで即席味噌汁。ちなみに今日は大根の葉飯でございます。ローソンブランドのサバ水煮、またでかいのか。
取れないこれは身がでかいからしっかりとサバの味を感じられるね。酢をかけて食べたいよな。レモンがあればレモン汁とかね。酢かけてみる。うまい。これはお酢かけて食べるとうまいようです。小腹が空いたので朝焼いた焼き芋。今日のパンケーキ占いは高級料理をご馳走してもらえるでしょう。はい、というわけで今日のお昼は昨日も夕飯を食べなかったので残ってた缶詰でお酢をかけると美味しかったのでサラダにしてみました。ちなみにご飯はぬか漬けにした干し椎茸と生姜を使って炊き込みご飯にしてみました。サラダうまいし、もう塩があれかもしんない、足りないのかもな。さらに余った煮汁はゆで卵に吸わせて摂取しました。鯛味噌ちょっと多いか、甘いのねこれね。まあ大さじ1ぐらい、ケチャップ大さじ1程度とお酢とあとなんだろうな、入れすぎたの。新しい缶詰開けなかったからね。鯛味噌を使って酢豚風、豚じゃなくてがもどきだけどな。ではいただきます。もっとお酢多めでいいかもしれないな。今日のきなこ餅占いは身長が少し伸びるでしょう。水に減塩日水産です。原材料名サバ国産、塩麹食塩。結構多いやつだね。保存的にはどうなんでしょうかね、こういう蓋って。はい、こんな感じでした。でっかいゴロゴロとした大根おろしで、これもあれだ、チーズっぽい味がするやつだ。塩麹 MCT オイルが原因ではないということが分かった。醤油かけすぎシリーズ、場所によるのかな。身の厚いところが傷臭いのかな。今のところ大丈夫だったな。醤油かけすぎで紛れたかな。なんとか食べれそうな感じだ。デザートにバナナを食べます。味付けはただ胡椒とお酢、そしてなんとなく煮豆が食べたくなったので煮豆を買ってきました。いきなり血糖値を上げる食べ方。はい、では白菜の煮物。これはちょっと醤油が欲しかったかな。どうでもいいですが、今猫が入れないほどの大きさの箱に入った天城麩が大量に届きました。今日のパンケーキ占いは年末ジャンボが当選するでしょう。サバ煮付けなんかね、胃が痛くなるんだけど、もしかしたら大根おろしのせいかなと思って、最初おやつの焼き芋のせいかなと思ったんだけど、今日はちょっと大根おろしをやめて、こちらの味付けのやつ。原材料名サバ、砂糖、醤油、糖蜜、食塩、みりん、清酒、寒天ね、増粘剤使ってないね。ちなみに今日はスープではオープン。よいしょ。開かないじゃんこれね。普通の缶詰よりさ、この紙の部分が伸びちゃって力が入らなくて、乾燥肌のおばちゃんにはこれ開けるの逆
逆に難しいと思われるわよ。わーい、こんな感じです。しっかりした身ですね。まあ大根おろしなくても美味しく食べれるかな。大根とガムを入れてカレー味にしてみました。いただきます。うまっ。これうまいな。ちなみにわかめとかぼちゃの味噌汁でございます。今日のパンケーキ占いはお食事券がもらえるでしょう。夕飯は柿を食べました。今日のきなこ餅占いは投稿がバズるでしょう。やったー。こら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 。みーちゃんきなこだよ。舐めてんの？なんでよ。猫きなこ食べんの知らなかったよ。はい、ではラスト、サバ缶はみんな大好きあいこちゃんを引っ張り出してきました。原材料、サバ国産直営。賞味期限が一応あるんだね。来年の9月まで。いつ買ったんだ。去年、一昨年ぐらいかな。で、大根おろしはあんまり関係ないかもしれなかったので、缶詰だけで食べて生活しようと思うんだったら水煮じゃなくて味付けの缶詰を備蓄しといた方が良さそうだね。こういう野菜が手に入らない場合はね。ぬか床の水抜きに使った高野豆腐とかぼちゃで鯛味噌煮にしてみました。ではまずあいこちゃん水煮はこんな感じで身がねすげえしっかりしてるよね。今まで通りなんかシーチキンみたいだった。大根おろしよりは生姜の方が合うかな。なんか貝割れ大根に合いそう。ぬか漬けの高野豆腐と。これはびっくりする味だな。甘酸っぱいっていうの？ぬか漬けのしょっぱいのがしっかり染み込んでる高野豆腐が想像以上に甘い鯛味噌と合わさるとなんだかピクルス的な。ちなみに酪酸菌は熱に弱い説と熱にも強い説両方あるので、オイル漬けは魚の状態があまりよろしくないっていうのかなのをオイル漬けにするらしいんだよね。おやつにちっこい柿を食べます。最後の晩餐は大根とサバ缶水煮のケチャップにサバと一緒に食べるかな。せーの、塩コショウで味を整えてやればもうちょっとうまかったな。はーい、というわけで結局1ヶ月続けてみました。長い動画最後までお付き合いいただきありがとうございました。で、缶詰を取ることによってのデメリットの毒素ね、排出にはまとめると油中の野菜を摂取すること。寝てる間に体はデトックスをするので睡眠が重要。酪酸菌がデトックスに効果ありっていうことだったと思いますので、ぬか漬けを取り入れてみました。なのでフレッシュの野菜とか果物とかは摂取しつつの缶詰生活だったので、飽きるとかうんざりっていうのはなかったかな。まあ2週間ぐらいしたところで、確かに飽きたっちゃ飽きたかなっていうのがあったんで、どうしようかな、この辺でやめようかなって思ったところもあったんだけど、缶詰集めにハマっちゃってね、面白かったわけよね。その味変するのにケチャップを使うと大体何でもうまくなるなっていうことが分かったので、備蓄する際の自分に必要なものとしては、私はケチャップ備蓄ってなかなか難しいかもしれないけど、ローリングストックで買っとくようにしてみようかなみたいのが私的の体験談。改めて学んだことというと、タンパク質が必要ということでね、今まではタンパク質はあんまり
意識した生活をしてこなかったんだね。どちらかというと野菜で、どうも今の常識としては卵は最低1日3個は食べないとタンパク質は足りないよっていう常識になってたらしいよ。だからそうすると今度はね、野菜を食べる隙がないんだね。便が少ない。あとは体重がすっげえ増えちゃったんだよね。ね、だってサバ缶ダイエットっていうのがあったじゃないか。だからダイエットできんのかなと思って一応体重を測ってやってたわけよね。なんか変化あるかなと思って。もうお腹空かないんでね、間食も柿とかね、芋とか食べてるからかなっていう感じだったんだけど、夕飯もだから食べれる時は食べるけど、どうも食べれないっていう時もあって、そんな感じだったにもかかわらず体重がねマックスになったよね。タンパク質がどんどんね体から減ってってどんどん骨粗鬆症にまっしぐららしいので、タンパク質生活は今後も続けていくのかなっていう感じね。だから缶詰は今後なくなったとしてもあんまり体重は変わらないかもしれない。魚、大豆製品、卵をもうちょっと多めに取る必要があるらしいよっていう話でございました。参考になりましたら幸いでございます。いつも見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。バイなら。